今日はスリフトフリッピングっていうのをやろうと思っていて、今まで買ったけどリメイクが必要でまだ着てない古着たちをリメイクしていこうと思います。スリフトフリッピングって何かっていう話なんですけど、言っちゃえば服のリメイクなんですけど、欧米諸国とかでエシカルファッションとかサステイナビリティが台頭してきた時にトレンドになったことなんですけど、 YouTube とかで入れると結構いろんなビデオが出てきます。これも私がスリフトフリップしたものの一つで、以前ここにすごいこれは簡単なんですけど、以前ここに花がついてて、ここから紐が出ていてなんか夫婦ができるみたいなデザインだったんですけど、その花がすごいちょっとダサくて、花のとこだけ切って何もない状態にしました。こういうのとか今すごい流行ってるし、もうこれ何でも合うのでめっちゃいい買い物したなと思ってて、しかも200円で買いました。でこういう感じでリメイクって言っても本当にただ単に切るものから、ボタンをつけるだけだったりとか、それこそもう本当に完全にシルエットを変えるものまで、いろんな方法があって、それ全部総じてスリフトフリッピングと呼ばれています。で今日スリフトフリップする洋服が、1個目がこのなんかずっと前に買ったワンピースがあるんですけど、これめちゃめちゃでかくて、長さは巻き丈ぐらいなんですけど、胴の部分がめっちゃ長くて、なのでこれをまずウエストの位置を上げて、でボタンが結構下の方まで来てるので、もうちょっと上までつけて、日本でも着れる感じにしたいってのと、できたらワンピースの横にスリットを入れたいなと思ってます。で私はミシンを持っていないので、今から手縫いでやっていきます。で2つ目にスリフトフリップするのがこのワンピースです。こちらです。前回のビデオで Come Thrifting with me っていう古着を買いに行く動画を上げたと思うんですけど、その時に買ったドレスですね。これめっちゃパターン可愛くないですか？紫色でペイズリー柄っぽくて、この生地とかもすごい薄くて夏っぽくてすごい可愛いんですよ。けどこれはウエストがでかすぎるっていうのと、この襟元が古臭いので変えていけたらなと思ってます。希望はラップドレスっぽくしたいなと思ってるんですが、うまくいくかは分かりません。はい、そんな感じです。ではやっていきましょう。まずはじめにワンピースを上と下で分けていきます。今回はトップスの長さを短くしたいので、短くしたい分切ります。ウエストのサイズは調整するので、先に袖を取っておきます。左右同じ分の量の布を取っていきます。この時元々の洋服のラインに平行になるように新たな線を作っていくと綺麗にできます。こんな感じで一度着てみて、サイズが OK だったら次に進みます。下も同様に取りたい分の量を塗って、そしたらトップスの部分とスカートの部分を再度縫い合わせていきます。今寸法を作り直して上下をつなげたところです。これちょっと失敗しちゃったんですけど、いいや。今からこのウエストに合わせて袖をちょっと短くしてつけていきます。でそれが終わったら最後に仕上げにボタンがちょっと少ない気がするので、もう1個ぐらいつけて、余裕があればスリットを作りたいと思ってます。そんな感じです。
つ目のドレスができました。今着ているんですが、こんな感じでちょうどいいサイズになったかと思います。初めてにしてはなかなかいい感じにできたんじゃないでしょうか。けどやっぱめっちゃ時間かかったんで、手縫いだともう絶対に次回以降はミシンを買ってミシンでやりたいと思います。ではあともう一つあるので、次はこの紫のドレスをスリフトフリップしていこうと思います。今上と下でワンピースを分けて、これが下の部分になるんですけど、横のつなぎ目を今切って、ちょっとウエストが大きいので2センチずつぐらい横を細くして、前側の部分を半分に切って腰に巻けるような感じにしていこうと思います。今スカートを切り終わってこう巻けるようにしたんですけど、若干ウエストが短い気がするので、ラップドレス風にはするんですけど、ちゃんとこう中で留める感じで作ろうと思ってて、上はちょっと見づらいんですけど、こういう感じで真ん中で切って調整しようかなと思ってます。完成しました。こんな感じにラップドレスになりました。こんな感じで想像したルージュとかのラップドレスっぽくなったんではないかと思います。めっちゃ良くないですか、この紫の柄はい、こんな感じで初めてのスリフトフリップ動画いかがでしたでしょうか。結構今回ですね、初めてやったってのもあったし、結構プロジェクトが大きかったというか、一部をリメイクするんじゃなくて結構全部形を変えるようなリメイクだったので、結構時間かかっちゃって大変ではあったんですけど、思い返したものを自分で作れるってすごい楽しいなって思いました。次回も良ければ楽しみにしていてください。なんか全く今までミシンをこう家庭科の授業でぐらいしか使ったことないような私でもこんな感じで割とできたかなと思うので、ぜひ皆さんも同じものじゃなくても全然いいんで試してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。